皆さんこんにちは、渡辺亮です。今回は今更聞けない写真の基本シリーズ第4弾ということで、絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係について簡潔にお話ししていこうと思います。絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係っていうのは3つが連動しているので、最初は少しややこしく感じてしまうかもしれません。なのでまずこの3つを正しく理解するために、写真がどのように出来上がっているかというのを理解する必要があります。写真はレンズを通して入ってくる光をセンサーで感知して出来上がっています。この時に光の量が多いと明るい写真になって、光の量が少ないと暗い写真になります。この光の量をコントロールするのが絞りとシャッタースピードとISO感度の組み合わせです。なのでこの3つはどの項目を調節しても写真の明るさを変えることができます。そして明るさの調節以外にも3つ独自の役割というのもあります。この独自の役割について1つずつそれぞれ紹介していきますね。まず1つ目、絞りです。これは被写界深度、言い換えると写真のぼかし具合というものを調節する役割があります。絞りの意味合いは写真を撮るときに光を取り込むレンズの穴の大きさです。例えば F4.0 なら比較的大きな穴から光を取り込むことができます。被写界深度も浅くなって背景のボケが大きくなります。F16 だとすごく光を取り込む穴が小さくて、背景の方までピントがあって被写界深度が深くなります。次にシャッタースピードです。シャッタースピードの役割は動いている被写体の写りの変化です。意味合いとしては写真を撮っている時間の長さのことになります。例えば500分の1秒はとても速いシャッタースピードなので、ジャンプしている人物を撮ったらその動きをピタッと止めて写すことができます。2分の1秒だと長めのシャッタースピードなので、ジャンプしている人物を撮ったらブレて残像が写るような写真になります。またシャッタースピードが遅い時には手ブレも起きやすくなるので、その点も注意が必要です。最後にISO感度とは光を感知する度合いのことです。ISO感度は高ければ高いほど感知できる度合いが高いことを意味しています。ただし高いISO感度では画像が劣化してノイズが出てきやすいというデメリットがあります。なので基本的には ISO100 などの低い ISO感度は晴れた日の光の量が多い時に使うことが多いです。 ISO100 は光を感知できる度合いが低い代わりに高画質で撮影をすることができるからです。反対に ISO6400 などの高い ISO感度は暗い場所、光が少ない場所で使うことが多いです。画像が劣化しやすいですが、感知できる度合いが高いため速いシャッタースピードで写真を撮れて手ブレを防ぐことができるからです。マニュアルモードというのは今の絞り、シャッタースピード、ISO感度、この3つを全部自分で選ばなければいけないモードのことです。なので例えば被写界深度、ぼかし具合だけを変えたいと思って F 値を変えたら写真の明るさまで変わってきてしまいます。明るさを保ったまま被写界深度だけを変えたいと思ったなら、同時にシャッタースピードかISO感度で調節をしてあげる必要があります。これを短い撮影時間の間に自分で端的に選んであげるのは最初のうち少し複雑に感じてしまうかもしれません。そこで明るさを一定のまま F 値だけを変えたいという時のために A モードを使います。 A モードを使うと F 値を変えた時に同じ明るさが保てるようにシャッタースピードを自動的にカメラが選んでくれるからです。でも反対にこの3つの関係を正しく理解できたのであれば、マニュアルモードを使っていくこともそれほど難しくないと思えると思います。むしろマニュアルモードは勝手に他の値が変わることがないので、その方が都合がいいと感じるようなシーンも出てくると思います。ということで絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係についてなんとなく理解いただけたでしょうか。それぞれについてはより細かい作例や説明を入れた動画も作っているので、時間がある人はそちらの動画も見ていってください。ぜひ自分のカメラでもマニュアルモードを使って撮影をしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。
りの意味合いは、写真を撮るときにレンズから難しい、写真を撮るときに少ししか光が入ってきません。ちょっと難しい。